覚醒かけらをもぎ取れイエーイ。さて、皆さんシーズン6いかがお過ごしでしょうか。亀、交易地、そして覚醒かけら。特に覚醒かけらは期間限定のコンテンツなので、稼げるうちにたくさん取っておきましょう。シーズン62週目の月曜日11時から早速他の戦域を侵略することができます。出遅れました。そして取られました。軍事拠点の攻防では、汚染内はサブ基地や解体跡地で敵の侵入をブロックし、強いメンバーが汚染の一個外を囲む形が定石です。汚染内に VIP のようなプレイヤーが来ると一気にきつくなるので、敵を入れないための解体がかなり重要になります。エンジニアの方は解体重視のカードセットで戦うのも良いでしょう。中央マップへの進軍も可能となっており、23時にはレベル5以上での両場での戦闘も始まります。月曜日の午前中から中央マップの有利なポジション取りが始まるのですが、ここで注意しておきたいのが巨大ワニの釣りです。巨大ワニは週末精鋭や週末の流浪者同様、河川域から集結スタートができません。巨ワニの寿命は1時間なので、ワニさんもったいなかったなとならないように、河川域での釣りは注意しておきましょう。ちなみに5月13日のアップデートにより、巨ワニで得られる特級釣り餌に下方修正が入っております。集結参加者全員がこの釣り餌をもらえていたところ、集結者のみがもらえるといった内容になってしまいました。ゲームに長く張り付く人が得をするシステムでしたが、この変更により関係なくなりましたね。新しくいくつかスキルが開放されています。釣りスキル一網打尽により、釣りが5倍の速度でできるようになります。これはめっちゃ楽です。週末精鋭を討伐した際に確率でアマゾンカメという目玉のイカれたカメが登場します。カメは1日1回初回討伐で戦術カードなどをくれるので、1日1カメを目標に討伐していきましょう。ちなみに普通に倒すと攻撃した人しか初回報酬をもらうことはできませんが、短期出撃でヘイトを買うことができるので、そのまま基地防衛で亀を倒すと、その時防衛に入っていたメンバー全員が初回報酬を取ることができます。自分含めて最大6人が一度に初回を取れますね。亀は襲いかかってくるスピードが結構速いので、タイミングがシビアなのですが、部隊の到着が間に合いそうになくても、とりあえず防衛に走らせてみるようにしてください。きっといいことがあります。初週の軍港ポイントのランキングに応じて、最初の交易地が割り振られていますので、もらえた人は交易地をオープンしていきましょう。武装かけらやゴリラの証明書があるので、もしこれらが残っている交易地があればラッキーですね。スキル、交易優遇も開放されているので取っておきましょう。もし交易地オープンに立ち会えるのであれば、事前に他の交易地なので、この今週は表示しないというチェックを入れておくと、素早く買い物をすることができます。ポイントは光ってからお店に入ってダイヤの場所をタップしましょう。このアイテムの場所だと買えないので注意です。ミニゲームに対戦モードが開放されています。掛け金を設定して勝ったプレイヤーが掛け金を総取りというシステムなのですが、軍港ポイントのためなら毎日このゲームやりまくった方が良いです。負けると軍港ポイント取られるから苦手な人はやめた方がいいんじゃない？そう思うかもしれませんが、負けた際に失われる軍港ポイントは交換所で使用する通貨のポイントのみで、今までに獲得した総軍港がマイナスになるわけではないです。つまり負けても軍港ランキングに関してはマイナスの影響はなく、逆に勝った時だけプラスの恩恵を得られるという、それもはや賭けでも何でもなくねといった仕様になっているため、軍港ランキングで上位を目指すのであれば、毎日の上限まで対戦モードを行うのが良いということになっています。何度かやってみましたが、
焦って途中で体力がなくなる人が非常に多いので、このモードに関しては生き残り重視でプレイしていった方が良さそうです。覚醒かけらが手に入る世界遠征2週目にはステージがどしどし追加されていきます。エリア1はロケラン、エリア2は戦車、エリア3は航空、エリア4は今後編成の部隊が待ち構えており、ステージを進めるほど覚醒かけらめっちゃ取れるので、可能な限り進めていきたいところです。カードは8枠すべて埋めて、レベルは限界まで引き上げておきましょう。これだけで突破できるステージの数随分変わってきます。各ステージに適した編成と配置を紹介します。戦車と航空は実践済みですが、ロケランは強いキャラがないので、仮説ベースです。よければロケラン使いの方、コメントくれると助かります。まず、エリア1の VS ロケランは、戦車の場合、フル戦車の成績が最も良かったです。配置はこんな感じで、相手のテスラにマーシャルを当てに行く感じです。航空の場合、マーフィーを入れた編成の成績が良かったです。赤いチップがある場合、マーフィーに赤チップを渡してあげましょう。右にアタッカーを2キャラ並べて、なるべく早く相手のアダムを倒すといった形が良さそうです。ロケランは仮説ですが、こんな感じに右のアダムを速攻で落とす形か、フィオナを抜いてマーフィーを編成するというのはありかもしれません。エリア2の VS 戦車は、戦車で挑む場合、ウィリアムズを抜いてルシウスを編成する形が良いです。相手マーシャルの攻撃を受けるキャラはマーフィーが適切で、逆に味方マーシャルが狙うのはキンバリーまたはステッドマン。倒しやすい方を狙った方がクリアしやすいですね。私は最終的にキンバリーに落ち着きました。ルシウスの位置に関してですが、後ろ、または前に配置してもいい感じです。これは育成状況と装備リソースによるかと思います。航空で挑む場合、フル航空の成績が最も良いです。並びはこんな感じで、至って普通の配置です。マーシャルの攻撃を誰に受けさせるのか非常に悩みます。ぶっちゃけ誰でも大差ないのですが、攻撃を受けるキャラは強いチップ、装甲、レーダー、これらの防御系装備をしっかりつけてあげた方がいいです。自己強化の強いカーリーに受けさせるのはどうかと思う人もいるかもですが、私の場合、こういった並びは成績が悪かったんですよね。ロケランは想像で申し訳ないですが、ルシウス編成が強いんじゃないかなと思います。エリア3の航空は戦車で挑む場合、アダスカ戦車の成績が良かったです。基本配置はこんな感じですが、行き詰まったら並びを変えてみてください。このエリア3の航空、ちょっと変な感じがして、どうも相手のスカイラーがインチキスタンを打ってくるような感じがするんですよね。ある特定のステージで1スキル目に左下に10回連続でスタンを打ち込んできたりしたことがあって、なんか法則があるんだと思います。もし詰まったら並び替えて再挑戦してみてください。確定でスタンが飛んでくる場所を逆手にとって、そこにマーシャルや武装30のステッドマンを配置するといった対応も可能です。武装30ステッドマンと覚醒キンバリーの両方の形のアダスカ戦車使ってみましたが、若干キンバリーの方が強い感じがしましたね。航空機で挑む場合、マーフィー航空の成績が良かったです。配置はモリソンが確実にスタンを回避できるモリソン前配置、これに落ち着きました。ロケランで挑む場合、フルロケランが良さそうではありますが、配置は結構悩ましく、これか、これか、はたまたこれか、もしかしたらルシウス編成でもいいかと、これじゃ実際やってないので何ともですが、こういったのが考えられます。第1期の世界遠征のエリア4には、このような非常に個性的な編成が待ち構えています。戦車で挑む場合、編成はフル戦車でマーシャルの縦ラインにウィリアムズ、そしてマーフィーを並べて、味方のマーシャルは相手スイフトを狙うといった形の成績が良かったです。航空機で行く場合、マーフィー航空がいいのですが、
マーシャルの対角にルシウスを配置。で、その前にマーフィーを。右側には強いアタッカーを寄せて、アダムの討伐を速やかに行うといった形の成績が良かったです。相手にエネダメキャラがいないので、ルシウスが腐ってるような感じは否めませんが、他に適任がいないので仕方ありません。ロケランの場合、相手が全員物理なので、フィオナを外してマーフィーインはありえそうですね。配置に関しては、マーシャルをマクレガーで受ける形にして、こんな感じかな。この編成の場合、ケスラ、スウィフトの2キャラが最も長生きする配置を探したいのですが、多分こんな感じになると思います。この世界遠征はシーズン6の間に合計3回開催されるようになっています。シーズン63週目、そして5週目に新たなステージが更新されるようなので、それまでに今出てるところは可能な限り進めて、たくさんの覚醒かけらを入手していきましょう。シーズン6、2週目の時点で、私の場合、キンバリーの覚醒ランクが星2つと1メモリ分まで育つことができました。この時点での攻撃力が武装30のステッドマンとほぼ同等となっており、装備の渡し方によってキンバリーが部隊内の攻撃力最大となり、マーシャルの恩恵を受けるようになっています。戦術カードのレベルもそこそこ仕上がってきたので、ぼちぼちシーズン6で活躍する戦車編成を動画にまとめていこうと思っています。はい、というわけで今回はシーズン6、2週目のポイントについてでありました。この動画良かったよ、参考になったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければシーズン6突入されている皆さんにこちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。ほいほい。これ難しいよな。パインってパイン言うとるかな。よいしょ。ほいほい。お、何え、いやおかしいだろ。今これ来るの変だろ。ちょっとなんかバグってる。やべえよ。これどうなんの？やべえ。終わった。終わりました。